どうぞお座りください。それでは聖書をお読みいたします。聖書はマタイによる福音書の10章の16節です。お手持ちのパンフレットのところにあります。マタイによる福音書10章の16節です。私があなた方を使わすのは羊を狼の中に送るようなものである。だから蛇のように賢く、鳩のように素直であれ。それでは2025年新年礼拝の新年のメッセージをしたいと思います。皆さん新年明けましておめでとうございます。オンラインの皆さんも明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。毎年ですね、正月は干支で話すということでもう30数年やってまして、調べると3回目の蛇ということで巳年ですね。今年は巳年であります。イエスの言葉でごめんなさい、イエスの言葉で蛇が出てくる有名な場面が先ほど読んだ、他にもあるんですよ。マムシの末たちとかね、いろいろあるんですけども、蛇が出てくる、有名なところはこの蛇のように賢く、鳩のように素直で、蛇のように賢く、鳩のように素直であれと。でこれはイエスが12人のお弟子さんをですね、村々に派遣するという場面で、荷物はこれぐらいにしときなさいよとかですね、その村で入って、こうなったらこうしなさいよとか、細かい指示を与えた上でですね、そもそもこういう村々町々に弟子たちを派遣するというのは羊を狼の中に送るようなものであるというね、お弟子さんのことを羊って言いたいんでしょうね。でそして村々は、狼の中に羊を送ると。私の知り合いの牧師さんでね、あなたが教会に行くっていうのはね、羊の中に狼を送るようなもんだって進学部の教授から言われた人いましたけどね、誰とは言いませんけどね、すぐ近所の牧師さんですけども、この狼の中に羊を送るという、その時にイエスはさまざまに心配されたんでしょうね、弟子たちのことを。それで、その中で、蛇のように賢く、鳩のように素直でと、そういうふうにアドバイスをしたんです。忠告でしょうね。彼らが、彼らのその使命といいましょうか、仕事が果たせるように、また下手をするとね、生きて帰れないかもしれない、生きて帰ってこれるように、忠告を与える。それは蛇のように賢く、鳩のように素直で、なんとなくわかるんですね。蛇のように賢く、鳩のように素直。けどこれはどういう意味なんだろうかと。新しい年を迎えました。依然戦争はやまずですね、世界の分断は一層進んでいるように思える。私たちはまさに狼が闊歩するような世界に今生きているのかもしれません。その中で私たちが自分の使命を果たす、あるいは生き延びていくために、この言葉はですね、私たちに対しても蛇のように賢く、鳩のように素直で、そういうふうにアドバイスしてくれている言葉なのかもしれません。とはいえそれは一体どういうことなのかと。先月ですね、11月の13日に詩人の谷川俊太郎さんが亡くなったというニュースが出ました。92歳であられたんですね。もう私が生まれた頃には活躍されてましたから本当にもう長く詩人としてですね活躍された方でした。私が谷川俊太郎さんの詩と最初に出会ったのは、最初に出会ったのは死んだ男の残したものはっていう詩だったですね。これは歌にもなって、私が歌として聞いたのは多分ね、高橋智也さんが最初かな。90年代半ばには石川せりさんって言ってね、
あれは井上陽水さんのお連れ合いですかね、石川せりが出したアルバムにもこれが収録されておりましたけどもでこれはですね1965年に、ベトナム戦争が非常に激化したその最中ですね、当然平和を求める声が日本でも高まっていまして、谷川さんはそういう運動に参加していた。友人だった作曲家の竹光徹さんって、これも有名な方がおられますが、日本の代表する作曲家ですね、竹光徹っていうのは。この方はずいぶん前に亡くなられましたけども、竹光徹さんにですね、前日に電話をして詩を書いたから明日のですね、その市民集会、平和集会で歌えるようにすぐに曲をつけてほしいって言って前日に電話したらしいんですね。その時の詩がこの死んだ男の残したものはっていう詩で、竹光徹は見事に一晩でそれにメロディーをつけて翌日歌われたっていうらしいですね。1965年の話ですから、私まだ2歳なんで分かんないですね。ずいぶん昔の話です。この死んだ男の残したものはという歌詞はですね、こんな歌詞です。死んだ男の残したものは一人の妻と一人の子供、他には何も残さなかった。墓石一つ残さなかった。死んだ女の残したものはしおれた花と一人の子供、他には何も残さなかった。着物一枚残さなかった。死んだ子供の残したものはねじれた足と乾いた涙、他には何も残さなかった。思い出一つ残さなかった。死んだ兵士の残したものは壊れた銃と歪んだ地球、他には何も残せなかった。平和一つ残せなかった。死んだ彼らが残したものは生きてる私、生きてるあなた、他には誰も残っていない。他には誰も残っていない。死んだ歴史の残したものは輝く今日とまた来る明日。他には何も残っていない。他には何も残っていない。こういう歌なんですね。死んだ男のってやつですね。残したものは、この前半部分で死んだ男の残したものは、墓石一つ残さなかった。女の残したものは着物一枚残さなかった。死んだ子供の残したものは思い出一つ残さなかった。そこまで残さなかったっていう表現使ってるんですが、次の兵士になった時にですね、死んだ兵士の残したものは平和一つ残せなかったって表現するんですね。詩人ってやっぱすごいなと思うんですね。一言変えるだけで意味合いっていうか構造がガラッと変わって、残さなかったって言ったら本人さんの話になる。この兵士のとこだけはですね、残せなかった「さ」と「せ」の違いだけなんですけどね、残せなかったって一言書いて、戦争ってそういうことなんだと。本人の意思がどうであれね、平和のためだとか国を守るためだとか世界のためだとかって行くんだけども、残せなかった。結局その本人の意思なんて全く関係なくですね、戦争というものは進んでいく。最後に死んだ歴史さえですね、輝く今日とまた来る明日、それは残ってるんだっていう歌詞でこれは終わるんで、谷川さんの希望なのかなというふうには思いました。で、谷川さんの子どもたちに向けた詩集で「好き」っていう詩集があるんですけども、その中に「紐」という詩がありまして、その紐の中に蛇が登場するんですね。ちょっとずつ蛇に近づいていきますよ。死んだ男出てこなかったんです。蛇どうしようかなと思ったんですけどね。紐。これまた面白い。谷川さんの詩って分かりやすい、一見分かりやすいんだけども、よく読むと非常に深くってですねある意味難しいのかもしれません。紐っていう題の詩ですね。
生まれてからこの方、紐には頭も尻尾もなく、二つの端っこがあるだけだった。色あせた恋文の束をくくっている間はよかったが、訳あって恋文が燃やされ、もう結ぶものも縛るものもなくなると、紐はすっかり自信を失った。引き出しの奥で紐は蛇になるのを夢見始める。ちゃんと頭と尻尾がある蛇になれたら、僕はニョロニョロと丘に登ろう。そして遠くの海を眺めよう。尻尾がもう帰ろうと言い出すまで。こんな詩なんですね。なかなか面白い詩ですね。紐はですね、蛇に憧れるっていうそんな詩なんですけども、この詩には実は続編がありまして、紐またっていう続編があるんですね。紐また、こっちには蛇出てこないんですが、紐に向かって輪ゴムは叫ぶ。輪ゴムね。紐に向かって輪ゴムは叫ぶ。お前はもう時代遅れだ。セロテープは黙って聞いている。それぞれに役に立てばそれでいい。それがセロテープの立場。戦争が始まると、紐も輪ゴムもセロテープも敵味方の区別なく人間のために働いた。そのささやかな働きが平和をもたらすことにはならなかったか。こんな詩なんですね。続編の方で、やっぱ谷川さん平和のことはテーマなんでしょうね。輪ゴムから紐はですね、お前なんか時代遅れだと。なんとなく輪ゴムとかセロテープの方が紐よりか、紐って言われるとね、江戸時代みたいな話になりますけど、輪ゴムとかセロテープっていうのは今日的なね、文房具になるわけですけども、お前なんか時代遅れだと。セロテープからはですね、それぞれに役割があっていいんだって言われて、これなんか同情してんのか突き放してんのか分かんないような言い方なんだけども、でそういう紐と輪ゴムとセロテープの時、彼らにもですね、戦争が始まるんですね。戦争が始まるとね、紐も輪ゴムもセロテープも戦争に駆り出される。それは全て人間のため、それぞれが役割を果たして働かされた。しかし彼らのささやかな働きをもっても平和をもたらすことにはならなかったっていう、人間の身勝手な戦争の無意味さ、それをなんか静かに告発しているような詩なんですね。やっぱ谷川俊太郎さんってすごいなって改めて残されたものを読むとね、簡単な言葉で、しかも何度読んでもいろんなところに気づきがあるような詩を書かれる方ですね。さて、谷川俊太郎さんで、一番有名な、代表作の一つっていうと皆さん何を思い浮かべられますかね。生きるっていう詩が谷川さんでは非常に有名ですよね。これはもうなんか子どもたちが読んでも大人が読んでもよくわかる詩なんですけど、生きる。生きているということ、今生きているということ、それは喉が渇くということ、木漏れ日が眩しいということ、ふとあるメロディーを思い出すということ、くしゃみすること、あなたと手をつなぐこと、生きているということ、今生きているということ、それはミニスカート、それはプラネタリウム、それはヨハン・シュトラウス、それはピカソ、それはアルプス。すべての美しいものに出会うということ、そして隠された悪を注意深く拒むこと、生きているということ、今生きているということ、泣けるということ、笑えるということ、怒れるということ、自由ということ、生きているということ、今生きているということ、今遠くで犬が吠えているということ、
今地球が回っているということ、今どこかで産声が上がるということ、今どこかで兵士が傷つくということ、今ブランコが揺れているということ、今が過ぎゆくこと、生きているということ、今生きているということ、鳥は羽ばたくということ、海は轟くということ、カタツムリは這うということ、人は愛するということ、あなたの手のぬくみ、命ということ、こういう詩なんですね。で私、前から知ってるんですけども、今回谷川さん亡くなって、今日のお話考えるときにですね、この生きているということっていう、この生きるっていう詩の中の特にこの部分ですね、生きているということ、今生きているということ、それはミニスカート、それはプラネタリウム、それはヨハン・シュトラウス、それはピカソ、それはアルプス、すべての美しいものに出会うということ、そして隠された悪を注意深く拒むこと、この部分がなんかすごく私はこの年末ハマりまして、この部分すごいなというふうに思うんですね。谷川さんはまず何を言うかというと、生きるということは何なのか、生きているということは何なのか、それはミニスカート、プラネタリウム、ヨハン・シュトラウス、ピカソ、アルプス、ご自身の体験から書かれてるんでしょうけども、私アルプス行ったことないんでよく分かんないんですけども、ヨハン・シュトラウスもあんまり聞かないんでよく分かんないんですけども、つまり谷川さんはこのミニスカート、プラネタリウム、ヨハン・シュトラウス、ピカソ、アルプス、すなわち生きるということは美しいものと出会うということだ。生きるということは美しいものと出会う。それが生きるということなんだ。そして美しいものを美しいと感じること。それを素晴らしいと言えること。それこそがこの美しいものと出会う。生きているということなんだと。私はこの言葉にイエスの言葉を思い起こすわけです。すなわち鳩のように素直に、鳩のように素直であれっていうイエスの言葉ですね。谷川さんは美しいものと出会うことだ。ある意味美しいものに対して美しいと言えるっていうことだ。これは生きる上で大事なんだ。イエスも鳩のように素直にそこのところは受け止めるんだと、おっしゃってるのかもしれません。弟子たちは狼の中に送るとイエスが例えるぐらい厳しい環境に使わされる、生かされるわけですね。しかしどんなに厳しく、どんなに悲惨な現実を前にしても、美しいものを美しいと言える素直さを失うな。いいものはいいって言え。イエスは弟子たちにそう言いたかったのかもしれません。悲惨な現状はね、人間の心をね、ひねくれさせますから、ひねくれた心っていうのはね、どんないいものを見てもね、なんかさっぱり来ないんですね。どんな素晴らしい絵画を見てもね、心に響かないんですね。でそれが厳しい状況に使わされた時の人間の、ある意味姿なのかもしれない。でもそれでは生きていることにはならないと、谷川さん言うわけですね。どんなしんどい状況であってもね、空がきれいだなって言えるか、夕日がすごい今日は美しいなとかね、冬になると特にね、空気が澄んでくると山がきれいですよね。最近空気が澄んでいる夕方ぐらいになると山が近くに見える。なんとか煙ってるとね、PM なんとかってやってるとね、山が遠くに見えるんだけども、最近ね、山がすっごくきれいで、今年は特に夕暮れっていうか夕日がね、何度もきれいだったですよね。不思議に今年は夕日がきれいだった。で山が近くに見える。でこれがね、なんか忙しいだとかいろんなこととか、そうやって心がどんどんとね、細く狭くなっていくと、ある意味貧しくなっていくと、美しいものに出会わないんですね。これ出会わないんじゃないんだ。出会ってるんだけども感じないんだ。美しいものにそれぞれ出会ってるんだけども、それをね、
美しい、いい、素晴らしい、こう言わなくなるんですね。すぐにでもねみたいなことを、それは綺麗だけどねみたいな、俺の人生真っ暗だしみたいなことを言うわけです。それをじゃなくって、鳩のように素直にそこは言えと。美しいものは美しいと言え。どんな状況においても美しいものと出会い、それを美しいと素直に受け止める心。鳩がね、鳩のようにってイエスは例えるんだけども、鳩はなんで素直なんですかね。これちょっとよく分からなかったんですね。ひねくれた鳩っていうのはいないんですか。なんかこう、ひねくれた鳩。なるほど。ね、菊ちゃんひねくれた鳩らしいですけどね。このひねくれた鳩を追ってもおかしないと思うんですね。どっちみち俺鳩やしみたいなね。なんかもういつもプップル言うてるだけやしみたいなね。この先には何が待ってるんだろうみたいな、そういう鳩もおっていいんだけども、なんとなくね、鳩のように素直って言われるとね、谷川俊太郎みたいな詩人を感じるんだな、これが。イエスってやっぱりこう言葉の人だったんですよね。谷川さんはまさに言葉の人だろうけども、イエス・キリストもね、なんかこう言葉の選び方がすごく上手で、なんとなくイメージが湧くって、鳩のように素直って言われたら、あ、鳩かっていう感じがするんですね。どんな時代においてもその素直さを失ってはいけない。これは今年ね、いろいろ大変なことありますよ。またね、アメリカもどうなるんだろうね。中国もどうなるんでしょうね。我が国も一体どうなるんでしょうね。なんか物騒で大変ですね。もうなんかネットの世界では嘘ついたもん勝ちみたいなね。なんかみんなで嘘ついたらそれが本当になっちゃうみたいな話になってるんですね。気をつけてくださいね。陰謀論みたいなね、まことしやかにね、なんかその嘘情報を、ね、結構信じますよ。逮捕される殺人のね、犯人逮捕される前日に嘘情報いっぱい流れましたね。あれは工藤会絡みじゃないかって話になって、私のところにも忠告、お母さん気をつけてねっていう連絡入りましたよ。捕まったら全然関係なかったんですね。また関係なかった。なんでそうなったのか言ったら、かわいそうに亡くなった女の子の名字とどっかの警察署の偉いさんの名字が一緒だった、それだけなんですよ。怖いよね。むちゃくちゃですよね。そんなね、厄介な時代に我々生きるんだけども、鳩のように素直に生きましょう。特に谷川俊太郎が言うようにね、美しいものと出会うっていうこと。いいものにはね、いい。美味しいものには美味しい。うまいものにはうまい。綺麗なものには綺麗だ。ね、素晴らしいとこう言える。ね、それはとっても大事だ。でもね、谷川さん、まだ蛇出てこないでしょ。もうちょっと出てきますからね。谷川さんがね、さっきのフレーズのとこで、やっぱりこの人ね、ある意味リアリストだと思うのは、なんかその詩人っていうとね、なんかポエムみたいな世界でいうとね、なんか本当にこうお花畑でこうスキップしてるようなね、全て美しいものに出会うことだ。ここで終わったらね、ふわふわーんとするわけですよ。ふわふわーっとするわけですよ。なんとなく私みたいな人間はね、こう落ち着かないんで。これ谷川俊太郎さんってやっぱりこの人はすごいなと思うのは次の一言ですよ。ね。ヨハン・シュトラウス、それはピカソ、それはアルプス、すべての美しいものに出会うということ、そして次の一言、そして隠された悪を注意深く拒むことっていうのが次出てくるんですね。なんでここにこれが出てくるのかよく分かんないけども、でも何回も繰り返し読んでるとね、そりゃそうだろうなとこう思うわけですね。美しいものを見て感動してるんだけども、一方で隠された悪をね、注意深く拒むことができないとダメだっていう、なんかこう二律背反的なね構造ですよね。美しいものを一方で見ながらも、そこに隠された悪は注意深く拒め。
っていうふうに言うわけですよね。鳩が素直であるかどうかわからないっていうのはさっき言いました。まさにひねくれた鳩がいたかもしれないけども、どんな時代においても素直さを失ってはいけない。一方でそう言いつつもですね、詩人谷川さんは隠された悪を注意深く拒む。でこの一言は重要だ。美しいものと出会いつつも、それを手放しで喜ぶということを言ってるわけじゃない。詩人の目は社会の現実というものをちゃんと見つめている。で特に社会の悪っていうものは谷川さん曰く隠されてるっていうんですね。悪っていうのは悪の形を持って現れることは少ない。ね、それはそうですね。最初からね、水戸黄門ぐらいかな。最初から出てきてもうお前やろって最初の時点でも最初始まって10分の時に君最後やられる人やろっていう悪代感出てくるじゃないですか。ああいうの分かりやすいね。でもなんかこの頃のドラマ見てると最初いいやつやったやつがね最後にね本当は俺がみたいなねそういう展開あるじゃないですか。ずっと信頼してたのが最後の最後にあなただったのみたいなね、なんか火曜サスペンスみたいな感じするじゃないですか。谷川俊太郎多分ねそんなことを考えてるんじゃないですか。だから分かりやすい形で悪が登場するんだったらそれは分かりやすいんだけども、悪は悪の形を持って現れることは少ない。誰の目にも明らかな悪であるならば避けて通ることも容易かもしれません。しかし悪は隠された悪として私たちの前に現れる。ひょっとすると悪は一見美しいものとして私たちの前に現れるやもしれない。一方で美しいもの美しいって言える素直な鳩のような素直さを持ちつつもですね、一方で私たちはその美しさの中にさえ隠された悪があるんではないかということを注意深く見ながらそれを拒んでいくっていうこともしなきゃいけないとこの詩人は谷川さんは言うわけですね。で一方イエスも言ってるんですね。イエスは順番逆なんですがやっぱり鳩だけじゃダメだよって言うんですね。蛇のように賢く鳩のように素直にって鳩だけじゃダメだと。イエスは蛇の賢さというものが必要だって言うんですね。蛇の賢さって一体これ何なんですかね。でそもそも蛇は聖書では、どちらかというと嫌われ者で、特に創世記でね、アダムとエバを、だまくらかしたのが蛇なんですよね。聖書はあちこちでやっぱり蛇っていうのは悪い対象で出てきます。アモス書なんかね、ライオンから逃げてね、逃げたと思ったら目の前に熊が現れました。熊が現れてもうあかんわって家の中にね、駆け込んだでやれやれと思ってね家の壁に手ついたらそこに蛇がおって噛まれて死にましたって書いてあるんですよね。もうどんな話やと思うんですけどね。この聖書に限らず蛇嫌いな人は少なくないと思います。私大嫌いですね。もうなぜか生まれた時からインプットされてる蛇はいかん、あれはいかん、近づいてはいかん、蛇いかんですね。ここ来たところはねそこにね大きなお屋敷があって今駐車場になってるところね、マンション建ってる横あたりですね。でちょっとした森みたいなねお庭があってねそこにねでっかいシマヘビ住んでたんですよ。本当2メーターぐらいのシマヘビが1年に1回ぐらい出てきて道路にねでまた入っていくっていう。最初何年間か見かけてましたけどあそこは駐車場になってね一角森みたいっていうか木は残ったんですけどいなくなりましたね。どこに行かれたんですかね。でも私あれが通っておられるとね道通れなかったですからねちょっと出ていてもらってほっとしてるところもあるんですがどこ行ったのかなって心配になりますね。結構でかかったですよ。青大将じゃなくてシマヘビ、きれいなシマヘビでしたね。これヘビ嫌いな人少なくないんですね。だからねヘビのように賢くって言ってもね正直よし頑張ってヘビのように賢くなろうっていうイメージ湧かないですね。あんまり湧きます皆さんで、鳩のように素直って言われたらね
なんかこう会ったことないけど喋ったことないけど、鳩のような素直な人になりたいってこうイメージ湧くんだけども、蛇のように賢い人になれ言われたら、よし俺も頑張って蛇のように賢い人になれってあんまりイメージ湧かないですね。そうするとこの蛇のように賢い人っていうのはなんかあんまり素直なイメージじゃないんじゃないかとこう思うわけですね。鳩のように素直って言われたらなんかもう目指すべき目標としてはっきりするんだけど、蛇のように賢くなれって言われたらなんかこれは成長してんだかしてないんだかよく分かんないイメージ。そうじゃないですかね。私だけですかね。蛇に憧れてる人っていますかね。頑張って俺は蛇のような賢い人間になりたいって。会社の面接でどんな人間になりたいですか。いや蛇のような人間になりたいですって言わんよな普通これ。蛇のように賢くなればなんとなく違和感があるザラザラした感じが残る言葉なんですね。でなぜかというとこの聖書の中には先ほど言いましたその最初に蛇が登場するのは創世記3章でこんな言葉で始まっています。創世記3章1節。さて主なる神が作られた野の生き物で蛇が最も狡猾であった。蛇は女に言った。そのにあるどの木からも取って食べるなと本当に神は言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園の木の実を食べることは許されていますが、ただ園の中央にある木の実についてはこれを取って食べるな、これに触れるな、死んではいけないからと神は言われました。蛇は女に言った。あなた方は決して死ぬことはないでしょう。それを食べるとあなた方の目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神は知っておられるのです。女がその木を見ると、それは食べるによく、目には美しく、賢くなるには好ましいと思われたから、その実を取って食べ、また共にいた夫にも与えたので、彼も食べた。すると、二人の目が開けて自分たちの裸であることが分かったので、イチジクグアの木をつづり合わせて腰に巻いた。これがいわゆる人間が罪に陥るっていう場面なんですね。口語訳では蛇が最も狡猾だった。狡猾って言葉はずるいっていう意味が入りますからずる賢い。蛇が一番ずる賢かったっていうふうに口語訳は書いてる。最近の教会共同訳では神である主が作られたあらゆる野の獣の中で最も賢いのは蛇であった。賢いっていうふうに訳されています。でいずれにせよですね、蛇は人間を誘惑するんですね。で結果人類は罪を背負い死ぬものとなる。蛇の誘惑には人にとって非常にそれは魅力的だった。あなたは決して死にませんよと、死なないっていうこと、それから目が開けて神のように善悪を知るものになりますよ。つまりその実をですね、園の中央の実を食べると、人が神様になれるというように、蛇は誘惑をするんですね。聖書が描く罪の本質は取っちゃダメだよって言われたこの実を盗んで食べたというところにあるんではなくって、自己神格化ですよね。それを取ったら神のようになれる、そういうふうに言われて、被造物が被造物であるという現実を離れる。つまり自分たちは神様に作られ生かされてるっていうその現実を離れて神のようになると、これが誘惑の本質だったわけです。でそれをやったのは蛇なんですね。甘い言葉でですね、蛇は、悪は忍び寄ってくるんですね。でしかしそれは一見女にはね、食べるによく、目には美しく、賢くなるには好ましい、難しいですね。美しいものを美しいと言えるっていう素直、鳩のように素直にあれって言われるのがやっぱり人間どんな状況においても大事ですよねってさっきまでそれを一生懸命熱弁してたんですが、この蛇がですね、賢い蛇が女を騙したこの場面はまさに女の人はですね、見るものが、美味しそうで美しくって賢くなれる、なんか素敵と思えるように見えたんでしょうね。でもその根本には悪が隠されてた、
それは一見素晴らしく、私たちの先祖であるアダムとエバはその中に隠された悪を見抜くことはできませんでした。しかし私たちは聖書を通じてこのアダムとエバの現実、蛇の賢さを知っているわけですね。イエスの言う蛇のように賢くは、蛇のようにずる賢い人間になりなさい、人を騙してでも生きていきなさいという意味では当然ないでしょう。そんなことはありえないでしょう。イエスがわざわざ人を騙してでもね、ずる賢く狡猾にね、だまくらかして生きていきなさいよと。さっき鳩言ったじゃんみたいな話でしょ。だからこれ成り立たない。でも蛇の賢さを知れっていうことは何なんだろうかとやっぱ考えるわけです。イエスの言う蛇のように賢くは、蛇のようにずる賢い人間になれと、そういうふうに生きていけということでは当然ないだろう。蛇のように人をたぶらかすようになれということでは当然ない。そうではなくって、その一見美しいと見れる、私たちがそれが美しい、麗しいと思えるようなその方法をもって蛇は誘惑してくる。蛇に誘惑されたね、かつて蛇に誘惑された存在として今生きているということを認識する。そこが大事なんじゃないかな。つまり自分が蛇の賢さに翻弄される存在であるという自覚、これが蛇の賢さを知るという。蛇のように賢くなれっていうのは、蛇のように人を騙して生きろっていうことでは当然ない。そうではなくって、人間が蛇に騙され翻弄される、そういう存在である、弱い存在である。だから注意深く行動することが必要なんだ。蛇の賢さを知るっていうことは、注意深く行動せよっていう、私は谷川さんの言葉にやっぱ通じるんじゃないか。どんなに美しいものを見て、どんなに美しいものに対して感動したとしても、注意深くしないと、そこに隠されている悪というものはあるんだと。そこに隠されている悪を注意深く拒むことが必要なんだ。何でもかんでもいいねいいねで受け入れてるっていうだけではダメなんだ。その中に含まれている、隠されている悪を注意深く拒む。イエスの弟子や私たちは、幸い聖書を通じてその蛇の賢さということを知ったわけですね。美しいものを美しいと感じるその素直さとともに、蛇の賢さに誘惑にされてしまった私たちとしては、その隠された悪を見抜いていくというそのことも身につけなければならない。さらに自分の中にもその蛇の賢さや狡猾さがあるいは隠されてるんじゃないか。なぜその狡猾さ、蛇の悪さ、悪知恵と言いましょうか、そのことを私たちが見抜けるかというと、同質のものを私たちの中に持つからですね。私たちの中にその同質のものがあるから、でそれで注意深く見ると、これ怪しいと思うんですね。これなんかおかしい。この話なんかおかしいな。なんかちょっと変な感じがするな。それは私の中にある蛇の賢さというものが反応しているのかもしれません。そういうことが蛇の賢さを身につけるという意味だと、私は取りたいんですね。2025年、今年も厳しい年になると思います。どんな厳しい状況になってもですね、一つは鳩のように素直に生きていこう。美しいものには美しい、美味しいものには美味しい、出会いに感謝する、ありがたいと思える、人の親切に対してこれは何か裏があるんじゃないかとすぐに考えないで、ありがとうございました、助かりましたと言える、そういうものの鳩のような素直さが一方で必要だ。でも一方で私たちは蛇に騙された、あの賢さに騙された人間として、かつてその賢さに誘惑された、その誘惑に陥った、神様のようになれるぜって言われて、それが美しいと思えてしまう、それが素晴らしいと思えてしまう、作られ生かされている自分の現実というものをどっか置いてですね、自分以上のものになろうとする、それをそそのかしたのが蛇の賢さなんですね。この蛇の賢さをもって覆い尽くされた、隠された悪というものを注意深く探し出してですね、これを注意深く拒んでいく。
この2つの生き方を2025年私たちは身につけなければならない。それぐらい難儀な時代に私たちは今生きているというふうに思うんですね。素直さを忘れてはいけません。素直でないとやっぱり全てがなんかもう疑いの目で見始めるとね、もう本当にもう善意的になります。素直な目で見なきゃならない。でも一方で素直な目で見ながらも蛇の賢さによって隠される悪がある。その隠された悪を私たちは注意深く拒んでいくという生き方を、それはダメなんだ、それは無理なんだということを言っていく。非常にアンビバレンスな逆説的なお話かもしれませんが、そもそもイエスの蛇のように賢く鳩のように素直になれっていうあの言葉自体が持ってるアクティブさというかダイナミックさというのはそういうことなんだろう。やっぱり現実生きていくっていうのはそういうダイナミックの中でなんていうかな、原理主義じゃないんだ。何か一つの原理によって生きていくんじゃなくて、やっぱり生きるっていうことはやっぱ常にその素直さと注意深さっていうものを両輪に置いていくようなものが生きるということ。谷川さんはそこまでは書いてませんけど、生きるっていうのはまさにそういうことなんじゃないか。2025年も頑張って生きていきたいと思います。お祈りをいたします。主なる神様、新しい年を迎えました。昨年もさまざまなことがありましたが、あなたによって守られ励まされ一年を過ごしました。感謝をいたします。そして私たちは新しい年を迎えました。この一年、これからどんな日々となるか誰にも分かりませんが、昨年は大きな地震によって始まった一年でありました。まだ復興もおぼつかない被災地の中で苦しんでいる人たちがいます。数年にわたる戦争は終わる気配もなく、またイスラエルやパレスチナをめぐる情勢は日々悪化しています。神様、どうかこの2025年、あなたにあって豊かで平和な一年となりますように、そのために私たちがまさに生きていくことができますように、美しいものを美しいと言える鳩のような素直さを身につけることができますように、一方で蛇のように賢く人を騙し誘惑していくその潜んだ悪を見抜ける力を私たちに与えてください。注意深くそれを拒むその力を与えてください。今日集まったお一人お一人の上にあなたの恵みと祝福がありますように、またオンラインで参加してくださった方々の上にあなたの恵みと祝福が豊かにありますように、すべてをあなたにお委ねし、主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。